これの作品は、さっきも言った最初の3編は、3.11の前に書かれたものです。やっぱり、こうやって小説を書いていくというか、考えながら書いていくと、だんだん違ったものに関心が、集まってきますよね。で、日本文学盛衰史の頃にはさっき言ったように一つの文学という時空間の話、これは時期的に言うとバブルの後なんで、なんか世界がだんだん、劣化していく中で、でもちょっと文学という時空間をやっぱり今ちょっとこれはすごいんだよっていうことを言おうと思って書いたと思うんですね。で、ご存知のように社会の方に目を向けると、バブルがはじけるのは1992年ですね。で、もうこの時はもう10年近く経ってるんですけども、その後ずっと、なだらかな後退のようなことがずっと起こってて、時期的に言うと2001年に 9.11 があります。だから日本文学盛衰史の後になるんですね。で、9.11 のことについては僕は3.11の後に恋する原発という小説を書いたんですが、実はそれはもともと911の後に書かれた小説があったんですが、これは完成せず、もうつまりそれは僕も作家として失敗した一つの例で、大体ですね、僕決めないで書くんですが、決めないで書いてるうちになんとかなるはずなんです。で、何回かなんとかならなかった。で、本当に911のことを考えて、あの事件が持っている意味をなんとか小説の言葉にしたいと思って2年ぐらいやってみたんですがね、どうやってもうまくいかない。書けば書くほどどんどんなんかわけのわかんないものになって、僕いくつか連載やってますけど、連載放棄したのあれ最初からもう担当者にごめんもうダメだ、何書いていいかわかんなくなったって言って、ほっといたんですね。で、何回か書き直そうと思っていて、それもできず、ただ小説で言いますと、で実は恋する原発っていうのは3.11の少し前に書きかけの小説をもう完成させるって約束したんです。で、その時タイトルなんだかなって言ってたら3.11になって、でその時急に自分の中でなぜ小説が完成されなかったかっていうことも、どうすれば完成させられるかも、すごく腑に落ちたんですね。ですから、そういう意味では10年ぐらい自分の中で宿題としてあったことがいくつかあったんです。ですからこの「さよならクリストファー・ロビン」は別に911に関しての回答ではないんですが、ずっと自分の中で問題として911のことがなぜ書けなかったんだろう。で、言ってみれば社会のことですよね。日本文学盛衰だと文学という時空間の中に社会のことは入れてきたんだけど、もう少し、政治も含めてこの社会全体が壊れていくことっていうのに、作家だから何か言葉を差し向けたいった時に何を差し向けたらいいのか。僕の場合には一回一回が、一から考えなきゃいけないんで、正直言って10年ぐらい何を書いていいか分からなかったんですね。で、ただこういうカタストローフみたいなことが起こってしまったあと、残された人間残されたものはどうしたらいいかっていうことなんだろうとっていう思いがあって、この「さよならクリストファー・ロビン」っていうのを、最初ね新潮の、担当者に、短編書いてくださいって言われた時にちょっと書きたいことがあるんだっていうふうに言って、このお話を思いついた時に
まだ書いてなかったんですけど、すごくいいの書くからって。もうこれ書く前に分かるんですよね、大体。いいからねって言って書いたんです。で、これは一種のカタストロフが起こった後に、登場人物は登場人物じゃなくて登場する、想像上のキャラクターなんですけれども、カタストロフが起こった後に、人はというか、言葉を持っているものは、どういうふうに対処したらいいかっていうことの一つの回答が、自分でも納得のいく形。そのためにはこういう形が必要だったんだなっていうことがあってですね。最初はこれ連作の予定じゃなかったんですけれども、これを書いた後、ちょっと続き書かせてくれっていうことで書き出したのが、この、とりあえず最初の3つの作品ですね。で、その後に311があってですね、さっき言った未完成の小説を恋する原発という形で書き直すっていうのと、こちらと、両方同時に始めて、その時、思ってたのは、なんでしょうね、即応性か。ご存知の方も多いと思いますが、311の、ああいう大きい出来事があった後、作家は大体、虚脱状態に、なる。で、それはいい意味でも悪い意味でもそうですね。悪い意味ではどうしていいかわからないという混乱だし、いい意味では、みんながそやな言葉を使うときにはあえて使わないという意味では。ただ、僕はちょっと一つ、持論があってですね、速さの美徳かな。つまり、何か、何でもいいです。911の時でもそうですね。時にどう考えたらいいのかとみんな思う。つまり、そういう時に出てくるのは、その一つの声ですよね。奴らがテロリストだとか。そういうシンプルな声が世界を覆っている時に、作家は複雑性を主張するはずなので、そうじゃない声を、やっぱりシンプルな声より早く上げる。早く、できるだけね。っていうのも、ちょっと作家の仕事としてあるんじゃないか。それはこのように911の後にスーザン・ソンタグを見てですね。あれは批評家としてより僕作家だと思うんですよね。作家らしい、ある種の義務感から、アメリカが単一の声で追われるときに違う声を、あれ文学なんですよね。批評というよりも。それがやっぱり、作家の一つの、仕事として、仕事の一つとして存在しているだろうと。で、川上弘美さんが、神様2011という作品を、2ヶ月後ぐらい出しまして。で、それは自分の作品をリメイクするということで、僕は本当に深い感銘を受けてですね、作家としてはほぼ自殺行為だ。つまり、多分ほとんど考えないでやったと思うんですよね。これが単一の311があって、こういう被害に、みんなで団結して頑張ろうみたいな中で一つの異なった声として出すために、自作を犠牲にしてですね、あれはやっぱり文学だなというふうに思って、恋する原発という一つのリメイク作品を書いたんですが、こっちの方はこっちの方でまた別に、それともまた違う声っていうのがあり得るんじゃないかっていうことで、ちょっと最初の3作とは違うんですが、一つには、911以来の、宿題と、311以来の、緊迫した時に、とりあえずの声を、つまり世界を少し複雑にしておくものとしての声っていうのと、両方があってですね、ある意味応急措置的な感じで書いた。これは短編だからできたんですけど、そういうものなので、それもさっき言いました長編で
世界を作り上げる仕事と別にですね、緊急に何かをするっていうのも僕はすごく文学っていうか作家の仕事としてあるんじゃないか。それは結構なんか評価されにくいしね、みっともなく見えたりね、バカみたいに見えたり、そのバカみたいに見えるっていうのがいいんじゃないのかなというふうに思ってですね、書いていました。